皆さんこんにちは、ときまるです。やる気ないです。やる気ない。で、やる気ない時に私が何やってるかというのを今お見せしました。はい、一人椅子取りゲームです。はい。やる気がない時はですね、私は、こういうふうに椅子取りゲームを一人でして過ごしています。で、もういろんなものがないんですよね。この見ての通りもう部屋に何もないですし、で、もうバックパック一つとヨガマットと、あと折りたたみ机と折りたたみ椅子があります。で、マットレスあります。はい。そんな感じです。で、家もないし、車もないし、仕事もないし、家族もないし、資産もないし、借金もない。で、やる気もない。そうなんですよ。やる気はないけど、生きてるなって、人間してるなってね。やっぱりね、人間やっていかないといけないと思うんですよね。人間をやって、今日も人間をやっていきますって、僕もね、そろそろ Vlog を撮りたいなと思ってるんですけど、なかなか撮れずにいる。それはやる気がないからです。で、じゃあやる気がなくなったらどうするかというと、こうですね。ちょっと待って。あの、ね、ちょっと前にぎっくり腰やってるんですよ。で、しかも再発して、1ヶ月前ぐらいに1回やって、で、2週間で調子に乗って、普通の運動を戻したら、またそれで再発して、で、今ようやくそこの再発から1週間経って治りかけなんですよ。だからあまり良くない。この、椅子取りゲームあまり良くないね、これね。結構来る、腰に。でね、そう。で、そのやる気がなくなるって話なんですけど、これね、ちょっと自分は冗談みたいなところで、いつもはこれ冗談なんでね、大体全部ふざけてるって皆さんにお伝えしてますけど、ふざけた動画をお送りしてるんですけど、結構救急車来んだよね。うまい。今日もネスカフェゴールドブレンドがうまい。もうなんか、ネスカフェから離れられないでいる。もうこれ飲むとだんだんやる気出てくんだよね。これも一つ。やる気がない時の対処法としてはこれ一つあり。そう。で、何の話だったっけよくね、いろいろ物を減らして、で、ミニマルにできましたと。で、すごくシンプルになりましたけど、やる気がなくなりましたっていうね、相談がたまに寄せられます。僕のとこに。どうしたらいいでしょうかって。で、それは、これ完全にそのミニマリストシンドロームみたいなものだと思います。やっぱね、陥りやすいんですよ。これ物をもう全部こう捨ててしまって、で、ね、行き過ぎる人はもうその人間関係とかまでさ、その LINE の連絡先全部消しましたとか、で、そこを一気にやっちゃうと、もうね、なんか本当に全てやる気がなくなるみたいなことにね、陥りやすいんですよ、これは。つまりそのやる気まで手放してしまったっていうか、虚無感に襲われるんでしょうね。いわゆるね。その自分の持ち物がなくなってものすごくスッキリしてストレスは減るんだけども、それが終わった時に、こその反動が来るっていうのかな。それってね、結構あるんですよね。マリッジブルー、マリッジブルーみたいなもんかもしれないね。僕は結婚したことないからそのブルーさがわかんないけども、マタニティブルーとかいろんなブルーありますけど、マタニティブルー、マリッジブルー、そしてミニマリストブルー。そのブルー世界三大ブルーに数えられるのかもしれない。入ってきたかもしれない。これは。世界三大ブルーの一つかもしれない。ミニマリストブルー。で、これ陥りやすい人の特徴っていうのが、やっぱり一気にやっちゃうってこと、まずは。もうこれもう、一気に形から入ってもう全部捨てました。で、そこから虚無感に襲われてやる気がなくなる。ミニマリストブルー。これが一つ。まずはその一気にやるっていう方は結構陥りやすいです。あとはその性格の問題もあります、これ。性格の問題。で、本当に真面目な人ほど結構マリッジブルーに陥りやすくて、で、これはね、結構ほら、仕事とかでも真面目な人の方が鬱になるっていうことあるでしょう。それと結構近いようなところがあると思います。
だから真面目な人ほどミニマリストブルーに陥りやすい。それは結構真面目にこれ捨ててこれ捨ててこれなくして、で、ちゃんと自分のこの生活も整えて人間関係も整えて余計な仕事を手放して、で、真面目にやってると、もう本当にそのやってる時に俺何やってるんだろうっていう風なフェーズが来るんですよ。そう、だから陥りやすい人の特徴としてその真面目すぎる人も良くない。うん。で、このね、マリッジブルーじゃない、そのミニマリストブルーを、このやる気なし状態をやっぱ抜け出すには、抜け出す方法としては、今私がやってたように、椅子取りゲーム。うん、これやってみてください。これ馬鹿げてると思うでしょ？これ馬鹿げてみると大体みんな思うんですよ。でもね、これね、甘く見ちゃいけないです。結構効果あります。で、誰かいてもいいです。うん。家族とかパートナーいる方は一緒にやってみてください。で、この年になって椅子取りゲームなんてって思うじゃないですか。やってみてください。5ゲーム、5セット。5セットこれ基本にしてください。5セットやると、何やってんだっていうか、バカだなってなって、で、そこから、お腹空いた、じゃあご飯食べ行くかみたいな感じで、出てきます。やる気が自然と。で、あまりその根気詰めてやらないってことですね。そのミニマリズムみたいなものを。で、その実践とかって言いながら、なんかいろいろ、僕もさ、その、捨てた方がいいものを5選とか、なんか本の手放し方、服の手放し方とかいろいろ話してますけど、でもね、結局はそのネタ的なところありますから、その真剣に受け取りすぎないっていうか、そこは大事ですね。だからやる方も、もちろんその楽しんでやるっていうことを忘れちゃいけないですね。もともと、そのやっぱシンプルな生活っていうのは楽しいっていうことなんですよ。でもそこが紐づけられることってあまりないでしょ。そのなんか、いわゆるそのシンプルな生活をしている人は、ちょっとクリーンで、おしゃれで、なんか丁寧な暮らしをしてるんだなって思うでしょ。で、僕は結構その昔から言ってますけど、その丁寧な暮らしとか、全然そっち派じゃないんですよね。丁寧な暮らしとか、なんかスタイリッシュな暮らしとかっていうのは、僕は全然違うんです。もっと人間臭く泥臭く野生的に。だからむしろその野生感、自分のその自然の中での動物感を取り戻すために物を少なくして、この東京という大砂漠の中でサバイバル生活をしている。何もない部屋でね。だから、そういうことなんですよ。人間的なもの、人間性を取り戻す。今日も人間をやっていきますなんですよ。これは本当に。だから、そっちに行かないと、そのなんかシンプリストとか、シンプルなスタイル、丁寧な暮らし、優しい暮らしみたいなもんじゃないんですよね、僕は。もうずっともうロン毛でハードロックでもヘビーメタルやってた男なので、もう泥臭い、そういう世界を渡り抜いて、そっからもう、なんて言うんだろう、それが終わったと思ったら広告業界の泥臭い、その社会、コマーシャルの波に飲まれてね、フォトグラファーとか、そういうこうなんか、権力関係の波に飲まれて、で、ね、なんかこうビジュアル、自分のその思想とか、そういうなんか価値観、見栄を張ったりとか、そういうものが大事だったりとか、なんか自分のなんかその力を示すためになんかこれやっていくぞみたいな、私はスタイリッシュに行くぞみたいなね。そういうとこにまみれてきましたよ、ずっと。だからこそ、その反動が出て私はこういうふうな、ミニマルなスタイルになっているってことなんですよ。で、もう最近では最近ちょっと腰痛めててね、全然ヨガやれてなくて、それがちょっと今悔しいんですけど、ヨガやってね、もうほとんどお酒も飲まないし、家では。たまに友人たちと外で、月に1回あるかないかぐらいの感じで。あとはもう本当に、魚食べて、でももう小松菜としめじの味噌汁作って、で、玄米、卵、そして納豆、キムチ、で、ヨーグルト。で、朝は、オートミールに豆乳を入れて、ナッツ入れて、ブルーベリー、そしてバナナ、そしてヨーグルト、で、蜂蜜今切れてるけど。で、ネスカフェ、ゴールドブレンドをいただいています。意味不明でしょ？なんかね、宇宙から来たのかなって。私が帰るべき場所は宇宙なんじゃないかって最近思ってます。で、イーロン・マスクとさ、トランプが喧嘩したでしょ、最近。喧嘩してさ、またさ、なんかそのね、同時か、ガバメント効率化賞みたいなものからマスクが抜けて、で、トランプが、その電気自動車に対する税制をね、
なんか、また厳しくするとみたいなことを言ったら、またそれでちょっとトランプが怒って、トランプじゃない、マスクが怒って、で、いや、なんかお前を当選させたのは俺がいたからだとかっつってね。お前が大統領になれたのは俺のおかげだとかっつって。なんかもう子供みたいなね。ことをその国のね、長たちがやってるのを横目に見ながら私は、この何にもないホワイトボックスでっていうね。あっという間に月に帰ってくってね。世界中で僕だけが知ってるホーラス。これ知ってるかなこの曲。知ってるかなこれ。あずきちゃん。知ってます？これ知ってる人いたらもう世代だよ。闇のパープルアイの前話したけど、それと同じくらいにこのあずきちゃんの主題歌。てか、あずきちゃんっていうアニメをまず知ってるか。時刻先生ヌーベイってあったでしょ。なんかあれと同じくらいの時期にあずきちゃんがあって、僕ね結構あのアニメ好きだったんですよ。あずきちゃんなぜかすごい好きで。で、その歌がね、もう何でもない、正確なちょっとあれ忘れちゃったけど、もう自分のなんかね、生活に即してしか歌えないけども、だから何にもないってことになりますよね、そしたら。何にもない、ほら蘇るみたいな感じで。で、そこでなんか、あれね、その時刻先生ヌーベイと同じ裏でやってたのかな表だったのかななんかその同じくらいの多分時間帯だったと思うんですよね。だからそのあずきちゃんのことを思い出すと自分は時刻先生ヌーベイのことを思い出すっていう、そのなんか、関連付けが自分の脳の中でされていて、それがまあフロイト的に自分の中に、フロイト的な形で存在しているっていう感じです。まあ、いよいよ何やってるかわかんないと思うし、で、僕何の話をし始めたのかもう忘れちゃいましたけど、そうだ、そのあれだ、やる気がないって話だ。何にもないのやる気がないって話。そう、やる気がなくなった時は、私はそういう風にしていると。とにかく椅子取りゲーム。椅子取りゲームです。一人で、ぜひ椅子取りゲームね、試してみてください。新しいね、世界が開けますよ、これは。ミニマリズムっていうか、もう本当にその、持たないっていうことは、何でも自由ですからね。そこの自由さに私はもうたどり着いています。たどり着いてしまいました。まさかこのアラフォーのね、おっさんがね、一人で、独身おっさんが一人で、こんな何もない部屋で、一人で椅子取りゲームをやってるとは思わないでしょう。で、このやってる瞬間に多分警察とか入ってきたらもう私逮捕ですよ。もうこれもう完全に頭いっちゃってるやつだって。何か薬やってないかみたいな感じで多分疑われたりとかすると思いますけど、私は全くのシラフです。そしてこのホワイトボックスで椅子取りゲームをこれからも続けていきます。ぜひ皆さんも試してみてください。そして、チャンネル登録もして、次回の椅子取りゲームもお楽しみに。また次回の放送でお会いしましょう。チャオチャもう忘れてる。よし、これでやる気出すと、よし、やる気出すと。